はいどうも、ワンソクチューブです。トヨタのコンパクト SUV ヤリスクロス発売前に試乗させてもらっちゃいました。今回はハイブリッドの上位グレード Z のエクセレート内装編をお届けしたいと思います。すでにね、ワンソクチューブではヤリスクロスのここがすごいっていうポイントをね、動画とかでも解説していますので、下の詳細欄にリンク貼っておきますので、合わせて見ていただければと思います。今回見たのはね、ヤリスクロスのハイブリッド Z プロトタイプということになっています。 FF ですね。で、ヤリスクロスのグレード別主要装備などはブログなどでも公開していますので、そちらもね、詳細欄貼っておきますので、動画を見た後にね、グレード別の装備チェックしていただければと思います。それではね、エクステリアから見てみたいと思いますが、このね、白のヤリスクロスもなかなかね、かっこよかったですね。プレーンな印象です。で、パッと見ね、トヨタの車っていう感じの今までのね、トヨタ車にはないデザインラインになっているかと思います。ヤリスクロスはね、ヤリスと同じ B セグメントというね、ベゼルとか T クロスとかと同じカテゴリーの車になります。で、この特徴的なヘッドライトなんですけれども、今回見てるね、上位グレードの Z にはなんとアダプティブ LED ヘッドライトになっていると。対向車とか先行車の部分だけカメラで認識して遮光してくれるというね、ハイテクなハイビームなんですけれども、ラブ4にすらない機能がね、ヤリスクロスについちゃってるっていうところもね、元オーナーとしてはグヌヌっていう気持ちもありますけれども、そしてね、この特徴的な縦に伸びる、ライトなんですけれども、これはね、デイライトになっています。ポジションライトはね、また別のところが光ります。で、こちら、ロービームとポジションランプを点灯しているところなんですけれども、ロービーム点灯時はね、デイライトは消えるようになっています。で、ウインカーの部分がデイライトの、ところがね、反転して光るパターンになっていると。こういう光り方もね、今までなかったかなと思います。はい、続いて、こちらグリルの部分を見てみましょう。トヨタマークがね、青いのはハイブリッドモデルだからですね。そしてこちらグリルの部分なんですけれども、ここもね、ちゃんとね、グロス塗装されていて、ツヤツヤした感じになっています。ここね、中央の部分はレーダーでしょうね。そして、下のところ、ここね、フォグランプがはまってる画像も見たことありますが、こちらにはついてないですね。オプションとかなのかな。で、続いてはサイドの方に回っていきましょう。ヤリスクロスのボディサイズはですね、全長4180、全幅1765、全高1560、アンテナ含まずということになっています。ヤリスとはプラットフォームが一緒なんで、ホイールベースは同じなんですが、全長は24センチ、オーバーハングの部分が伸ばされています。幅はね、7センチ広くなっています。コンパクトなね、サイズなのにね、立中の高さ制限 1.55 を超えちゃってるのはね、惜しいかなと思うところですね。続いてサイドのフロントの方に見てみますが、こちらね、 Z には18インチアルミホイールが標準装備となっていて、B セグコンパクトの SUV としてはね、かなり力強い足元になっています。そしてね、なんとね、こちらパノラミックビューモニターがヤリスクロスにはオプションで用意されているので、耳タブがつかないと。これね、ラブ4オーナーとしてはこれまたグヌヌですね。そして B ピラーは無塗装素地になっています。でね、なんとね、ヤリスでは後輪がドラムブレーキだったんですが、ヤリスクロスではね、後輪ディスクブレーキが採用されています。そしてね、このリアビューもね、なかなかかっこいいですね。ワイド&ローな感じしますよね、コンパクトな SUV なのに。いや、これ嬉しそう。そしてね、リアコンビネーションランプは、ヤリスと同様ね、ちょっとこうスポイラー形状みたいになっていますけれども、左右つながるように見えますけれども、ハリアーのように、光る部分は貫通しないですね。途中までとなっています。そして、リアアンダーなんですけれども、フロント同様ね、縦長のリフレクターがついて、バンパー下部のところは無塗装素地になっています。で、正面から見るとこんな感じで、ウインカーはこのように光ります。ハリアーのようにね、問題になるような場所ではないですね。そして、バックランプはここが光りますね。控えめですけれども、場所的にはいいんじゃないでしょうか。で、ブレーキランプはここが点灯するという感じになっています。そしてね、再度反対側に回り込んでいきますが、ツートンルーフもね、なかなかいいですよね。ただし、切りっぱなしのマフラーが見えてるっていうのはね、せっかくデザイン頑張ったなら、ここもね、鼻毛が出てるみたいなもんなんでね、こういうところはね、しっかり隠してほしかったなと思うところですね。続いて内装を見てみましょう。鍵穴は見えるタイプになってますね。そしてドアを開けるとこんな感じ。基本的にはヤリスとドアパネルは同じっぽいですね。で、ここは、ファブリックのような、ちょっと温かみのある素材になっていて、ここね、ヤリスでは白でしたが、ここね、サテンメッキのような塗装になっています。で、ここはハードプランになってますね。で、カーテシランプはついてないです。で、気になったのがですね、インナードアハンドルですね。ここが無塗装素地。これヤリスも同じなんですけれども、
よく触れる部分なんで、ここはねもうちょっと質感頑張ってほしかったなと思うところです。スイッチには艶ありの加色がしてあっていいですね。でヒンジはプレス製となっています。続いてシートを見てみましょう。上位グレードの Z はですね、合成比較と、ファブリックのようなねコンビネーションになっています。ここもねなんかね不思議な、テクスチャーがついてますね。で中央部分は、ファブリックなんですけれども、これ、ね、ちゃんと2色でね塗り分けられているステッチ付きのね合成比較になっているのはいいんじゃないかと。そしてねなんか中央部分だけねすごいね肌触りが良かったですね。そしてね驚きなのが、なんとこの B セグなのに、Z のね上位グレードでは、運転席6ウェイのパワーシートが装備されると。ちょっと今までのトヨタ車にはない操作系の、スイッチなんですけれども、一応ちゃんと動くと。ちょっとモーターの作動音はデカめですね。でアクセルペダルは吊り下げ式になっています。で続いて乗り込んでみましょう。ドア閉めた音はこんな感じですね。結構ね輸入車っぽい音がしますね。そしてヤリスクロスの運転席はこんな感じ。基本的にはヤリスと似ていますけれども、各所ねちょっと違う部分があります。上位グレード Z には7インチのマルチインフォメーションディスプレイが備わり、ディスプレイオーディオがあって、ヤリスにはなかった電動パーキングブレーキとブレーキホールドがついているというところがトピックになっています。細かく見てみましょう。ヤリスクロスには全グレードで7インチのディスプレイオーディオが標準装備となります。ヤリスクラスではね7インチでもいいんじゃないかなと思います。高いナビをね装備しなくても、Apple CarPlay とか Android Auto を使えば、ナビ代わりに使えるっていうのはね、出費を抑えたい人にはいいんじゃないでしょうか。でこちらにはねナビ、やっぱ T-Connect ナビインストールされてませんでしたので、地図は表示できませんでした。スマホをつなげばナビ代わりになると。見栄えのいいディスプレイが最初からついてるっていうのはねありがたいかなと思います。そしてハザードランプはこんな感じ。そしてエアコンの吹き出し口はここについてますね。ちょっと奥まったところについてますね。この辺の加色はありません。でトレイがありますが、ヤリスではね連続したトレイになっていたのが、ヤリスクロスではねここだけ離れてますね。そしてここ無塗装素地になってます。これ、ね、欧州仕様ではねここピアノブラックになってるんですよ。でエアコンパネルがありまして、オートエアコンですね。で風量とかはこちらのダイヤルで調整すると。でこの辺のスイッチなんかもね、見栄えはいいですね。そして USB ポートが一口ここにあって、なんと全席シートヒーター、上位グレード Z には標準装備となっていると。でこちらにも、USB ソケットが一口あって、その下にはですね 12V のシガーソケットもありますね。でしかもダウンライトまでついていると。細かいですね。ここちょっと物置になってますね。でその後方にはですねセンターコンソールにはストレートタイプのシフトノブがありますが、ここはね欧州仕様だとちゃんとねシフトブーツが、ついていたのに、日本仕様だとねついていないと。こういうところはねコストの兼ね合いだというふうにね、開発者の方に聞いたんですけども、見栄え的にはねやっぱついてた方がユーザーとしてはありがたいですね。そして嬉しいのはですね、ヤリスにはなかった電動パーキングブレーキとブレーキホールドが採用されていると。これによる恩恵はでかいです。そしてアドバンストパーク、トヨタチームメイトというね、駐車支援、自動駐車システムみたいなものが、ついていると。これもすごいですね。でドライブモードセレクトのスイッチがこちらにあって、ポチッと押すとこのようにねパワーとエコとノーマルでこうちょっとした演出があると。これもね試乗編で、試してみます。で EV モードがあって、その後方にはですね、ドリンクホルダーむき出しのものが2口ありますね。でもアームレストとかがないんでね、これオプションとかであったら付けたいところですね。で助手席の方、ダッシュボード上部なんとソフトパッドになってます。これグレード別かもしれないですね。でここ、サテンメッキのラインが、助手席の方ドアの方にも回ってます。ここはハードプラですね。でグローブボックスの中はこんな感じ。まあまあ広いです。そしてステアリングホイールなんですけれども、これはねヤリスと一緒かな。で、ステアリングスイッチで、中央のね7インチのマルチインフォメーションディスプレイの情報を切り替えることができます。この辺のね表示の感じはね RAV4 の、上位グレードの GZ パッケージとかと同じような感じかなという見栄えですね。でいろいろ情報を切り替えることはできるんですが、1回で表示できる情報量は少なめですね。これは日本車大体に言えることなんですけれども、で、ステアリングホイールの右側ではねクルーズコントロール系のスイッチが集約されています。ヤリスではね電動パーキングついてなかったんで30キロ以下だとね解除されちゃうタイプだったんですけれども、ヤリスクロスでは、渋滞追従とかね停止保持もできる全車速追従タイプのものになっています。これもね電動パーキングブレーキがついている恩恵ですね。
そしてさらにですね、白線の中央を走るようにステアリングを制御してくれるレーントレーシングアシストも採用されています。これもね、素晴らしいですね。運転支援充実しています。ただし、パドルシフトついてないのは、走りが楽しいね、ヤリスクロスだけにちょっと残念かなと。そしてウインカーレバーがね、ちょっとね、変わってましたね。軽く入れると、今まで3回ぐらいしか点滅しなかったのが、今回ね、5回点滅します。これならね、3秒以上、点滅してるので、車線変更も OK ですね。細かいところですけど、こういう違いがあるんですね。はい、続いてステアリングホイールの右側なんですけれども、こちらね、パワーバックドアとかのスイッチの隣にですね、なんとパノラミックビューモニターがついていると。これね、全グレードにオプション設定なんですけれども、これがついていることで耳タブミラーが外れてますからね。これね、ハリアーではね、上位グレードの Z にしかつけられなくてぐぬぬってなったやつが、他のグレードにもね、ヤリスクロスだとつけられるってどういうことよと思わないでもないんですけれども、ヤリスクロスの方がね、良心的な設定ということもできます。でね、ここね、ボディカラーとかもね、360度ビューのね、画面で変えられるという芸の細かさですね。続いてはオーバーヘッドコンソール見てみましょう。ミラーはね、オーソドックスですね。フレームも、分厚くて普通ですね。これは LED なのか豆球なのかちょっとわかんないけど、LED のような気もする。そして SOS コール、ヘルプネットがついていますね。これ緊急時にオペレーターにつながるというものです。事故った時とかね、人間のオペレーターが、救急車の手配とかをしてくれます。これありがたい装備ですね。そして、バニティミラーにはルームランプも備わっています。ここは豆球ですね。そしてね、さらに驚きなのが、なんとヘッドアップディスプレイも用意されています。こちらね、オプションなのかグレード別なのかちょっとまだ細かいところはわからない部分でもありますけれども、ラブ4にもなかったヘッドアップディスプレイまでヤリスクロスについちゃってるとね、いうことでヒエラルキーも崩壊って感じですね。いや、それだけヤリスクロスが装備充実してるってことですけどね。はい、続いて後席を見てみましょう。後席ドアのね、開口部がちょっと若干狭いかなと。これヤリスでも同様でした。そしてトリム上部、中央部、肘置きのところもこれ全部ハードプラ、無塗装ハードプラのオンパレードで、もちろんインナードアハンドルも無塗装ということで、この辺の質感不足と開口部の狭さは若干気になるところですね。で、窓開きチェックをすると 100% 開くと。ここはいいですね。で、ヒンジはプレス製ですけども、はい、続いて、後席のシートバックは、リクライニング機構は備わりません。で、ヘッドレスト固定式ですね。これ、座る分にはいいんですけど、もしかしたら後方視界の妨げになる可能性はあります。で、ドア閉めた音。はい、こんな感じ。後席ドアのね、閉めた音も結構重い音がしますね。で、運転席173の私の身長に合わせて拳2つ分ぐらいの余裕あります。ヤリスと基本的にホイールベースは一緒なので、居住性は変わらないはずなんですが、シートのね、高さとか、ヘッドクリアランスが改善しているので、そんなにね、狭苦しい感じはなかったですね。ただ、シートバックは助手席のみで、しかもね、ジョイグレード Z のみと、そして USB ポートも一口もないということで、後席は結構割り切りは感じられますね。しかしですね、後席はなんと4対2対4の分割加藤になっていて、中央部がね、アームレストを兼ねているというアイデアものですね。ドリンクホルダーも備わっています。で、倒した時にはちゃんとね、ラゲッジとつらい位置になるのはいいですね。ただここハードプラなんで肘置いた時に若干痛い気がします。で、ルームランプ、後席は豆球ですね。はい、続いてラゲッジスペース見てみましょう。こちらね、キックオープン、パワーバックドアは G と Z にオプション設定となっていて、しかもね、開閉スピードが従来のものの2倍になっているということで、こういうところもね、アップデートしてますね。で、しかもね、ヤリスクロスのラゲッジ容量は390リッターも確保されていると。格上のね、CHR よりも広いと。で、弟分のライズよりももちろん広くなっています。そして、中間グレード G 以上の FF 車には4対6分割のアジャスタブルデッキボードが完備されていると。これありそうでなかったですよね。このように4対6で分割して、デッキボードの高さを変えられると。さらにね、両方下の状態だと、ゴルフバッグが2個横置きできると。ここまで広いラゲッジあるのはね、意外ですね。そして中央部はね、4対2対4で分割加藤なので、長着物をね、積んでも4人座れるのはいいですね。そして、ラゲッジ側からなんとか手を伸ばせば後席を倒すことができます。で、倒すとね、アジャスタブルデッキボードを上にしていると、辛い位置でフラットになると。この辺もね、使い勝手いいですよね。ただね、結構アジャスタブルデッキボード、人が上に乗るような、剛性は確保されてないと思うので、ここだけはね、ご注意ください。で、これを外すと、両方外すと、よいしょ。
はい。下にはですね、こう発泡スチロールと鉄板むき出しで、パンク修理キットがあるという感じになっています。いやはやなかなか装備充実、そしてラゲッジもアイディアいっぱいで、さらにね広いということで、かなり商品力高い車になっているんじゃないでしょうか。見た目もねやっぱねフランス人のデザイナーの人がねデザインしたとかって言ってましたけれども、ちょっとねフランス車っぽいようなおしゃれ加減もあって、ツートンルーフもあったりとかしてね、本当になんかちょっと今までのトヨタ車とは違うようなおしゃれ加減があるんじゃないでしょうか。これね CHR とかがねちょっとさらに売れなくなっちゃうんじゃないかという懸念があるぐらい、もう兄貴分を食っちゃうぐらい商品力高い車になっていると思います。私はね常日頃から言ってますけれども、小さくてコンパクトっていうことはねそれだけで優れた性能であるので、本当ね大きい車はいらないよと、小さくて装備が充実している車が欲しいよっていう方にはね本当ドンピシャに、ハマる車なんじゃないでしょうか。で次回はね気になる試乗ドライブフィール編ですね。こちらサーキットをぶっ飛ばしてきましたので、ヤリスクロスのね走りの実力もご期待ください。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソフチューブ、次回もお楽しみに。